何回話そうとしても言葉を失うような、私服があって、もうこれ何十回話そうと思っても何回も話すのやめてたんです。話さないっていう手もあるんですけど、やっぱりね、一番の解決になるんでね、話した方がいいかなと思いました。前提がひっくり返るよ、みたいな話なんですよね。この世界があって、私がいるとね、誰もがね、考えてると思うんですけど、この世界はあらゆるものありますよね。目に見えるものでも、自然があって、で、社会があって、人間がいて、ね、動物がいるみたいなね。いろんなもの、あらゆるものがあって、私がいると考えてる。で、この世界の中で、皆さん誰もが体験していることなんですけどね。お腹が空いたら何か食べるわけですよね。でもまたお腹すく。いっぱいになるぐらい食べてもまたお腹すくってね、この循環がありますよって、これ全てにありますよっていうね。欲しいものを手に入れてまた欲しくなるみたいなね。夢叶えてもまた夢が出てきてみたいな。もう終わりがない、この循環の中に、私たちはいると。これにまず気づく必要がある。この世界はこう循環で成り立ってるんだよ。で、これは普遍的な体験。皆さんが全員言われたら、ああ、そうだよねって気づく当たり前のことなんですけど、その当たり前のことの裏側に、この世界の本質、こうやって循環してるんだ。不足があって満足があって不足があって満足があって、この繰り返しには終わりがないってことに気づかない限りは、その苦しみもずっとループするんでね、ずっと苦しみも病気になって苦しいと。で、治ると病気が。で、また病気になって苦しいっていうのを永遠と繰り返すみたいな、生まれて死んで生まれて死んでの永遠の循環がありますよ。すべての局面で、この永遠の循環が存在してる。世の中は戦争とかはよく起きて、戦争になって平和になってまた戦争になってて、これも循環なんで、終わりないんですね。で、人間の欲望にも終わりがない。で、これ悪いことじゃないんです。悪いことじゃなくて、ただ、そうだ、それがある。ということを理解することを。もしそれがなかったらね、人間って生きていけないですから、お腹空いてね、食べるっていう行為は、で、空かないってなったら食べなくなるんでね、死にますよね、それは。循環なくなったらね。別に循環しててもいいんですよ。それが世界を維持する仕組みだから。問題は人間はそれを克服するためにいろいろやると。例えば AI 作ったりとか、いろいろ作ったりするわけですよね。でも、もう世界がそういう風にできてるわけですから、そもそもその循環なくなんない。苦しいことがある。病気とかなくしたいと思って、いろいろ医学とか研究するけど、なくなんないですよ、病気は。お腹すくっていうのもなくなんないですよ。で、お腹すくっていうのをなくしたら、それが本当に理想的な人間かというとそうでもないですからね。お腹空いて食べるっていうのをしなかったら、食べなくなったら死ぬんでね。悪いことじゃないんですよ。循環するっていうのは。そのままある。でも、気づいた方がいいですよって。これずーっと循環してるって。で、生きること死ぬことも循環してますよ。死んで、生まれて死んで生まれて、生まれ変わりもそうですよ。循環してますよって。で、このループがあると。で、私は、このループがあることに気づいて、ずっと苦しみも一時的にマシになってまた苦しみがやってきて、延々とこれ繰り返してると気づいたんですよね。苦しみとか悲しみとか終わらないのか、どんだけ嫌なことなんだろうなって、急に、なんていうのかな、気づいてしまって、どうしたらそれが、克服されうるのか。この世界でいろんなことしても、なんかずーっと循環してるぞ、みたいな。みんなが当たり前すぎて自然に受け入れてることをどうやったらクリアできるのかな、克服できるのかなって。別に悪いことじゃないけど嫌なことでもあったんで、ずっと苦しむっていうのは、人間自然にそれ逃れたいなみたいな思うところあるんでね。それでこの世界であらゆることを試したんですけど、なくなり得ないものだ、解決し得ないものだ、苦しみとか悲しみっていうのは解決しないんだ。人が生まれて死んでいくとか、そういう出来事でね、ずっと自分の内面的な問題とかもなかなか解決しない。それ解決したいなと思って探求してきたんですけど、ヨガとか瞑想を深めていった先に、たどり着いたもの、見つけたものなんですけど、この世界を超えるということが、結局解決をもたらすんだということに気づきました。それは瞑想を通して自分の意識を本当に原点のこの光明意識というか、超意識とも言えるようなものなんですよね。そこに自分の意識を合わせると、驚くべきことが起きたんですよね。本当に光の中に全部がブワーって溶けて、世界が光の中に溶けていくような、そういう体験をして、そしたら自分の苦しみとか悲しみとか本当に深いレベルで癒された。それって何なんだろうなって思ったんですけど、この世界を超える。厳密に言うとこの超意識と呼べるものは、この世界すべてに満ち満ちて、全部にあって、全部包括的に含んでるんですけど、でもこういう例え方をするしかもう表現ないんでね、この世界を超える、もっと言うとこの世界の原点とも言えるような、意識に到達した時に、キリスト意識とも超意識ともね、神意識とも言うんですけどね、自分の苦しみとか悲しみがうわーって言えるような体験をした。その時に何が起きたか。
その全世界、全宇宙が光の中に溶け込んでって、もう全部の境界線がなくなって、本当に全部意識だけになったみたいな、超意識みたいなね、だけになる、この実在だけみたいな状態になった時に、境界線がなくなったみたいなことなんですよね。全部の境界線がなくなって本当だけがある状態になった。そしたら、全部一つだったんだっていうことも分かったし、境界線を作って人と自分との間に境界線があって圧力とか争いとかも、本当はこの実態はなかったんだっていう、この境界線自体がない、もう意識だけだったんだみたいなことが分かった時に、すごい言えたというか、現象自体がもう溶けていくような、なくなっていくような、そういう体験をしたんですよね。で、私が一番伝えたいことは、この世界の中で、この円の中で、いろいろこの宇宙の中でね、この世界の地球の内でいろいろやっても延々循環してるから、本当の意味での解決とかないですよって。お腹空いたからご飯いっぱい食べても、一時的にお腹はいっぱいになると。でもまたお腹空いてきてね、また食べないといけない。そういう循環世界なんで、例えば苦しいことがあって解決するために頑張って、その一時的に一個解決しても、また人生でね、違う問題起きてきてっていうことがあって終わらないですよ。そういうゲームみたいなもんなんで。その循環から抜け出すことで、それはね、死んだらできるとかじゃないですからね。死んでも循環の中にずっと入ってってるんで輪廻繰り返して。そうじゃなくてね、生きながら自分の意識をヨガとか瞑想で、本当に超意識に到達させることをした時に実態が明らかになる。本当の世界の実在みたいなのがわかる。その時に初めて、なんか苦悩とか苦しみとかなくなる。昔はこういうことをなんか下脱とか言ったんでしょうね。そういう言葉ありますよね。仏教でも下脱ってあるし、ヒンドゥー教でも下脱あるんですよ。モクシャって言うんですけどね。こういうことを言ってたのかなと。自分自身が体験することで、やっと理解することができるようになった。あ、そういうことだったんだみたいなね、ことなんですよね。で、私が体験したことは、この超意識だけが本当に実在する。全部光の中にブワーって境界線が全部なくなって、全部が光の中に消えてて。で、その光を超えたら意識だけみたいなのを体験したんですよ。これが本当の実在で、それ以外は境界線をわざわざ作ったゲーム、循環型のゲームをしてた。それを私は理解した。理解した時にやっと魂の底から癒された。で、ヨガの目指すところ、瞑想を目指す本質、究極目指すところは何かというと、この、いわばゲームの世界から抜け出して、実在である超意識を悟る。それが最終目標というか、一番大切なことだなと思います。そうしない限りはもうずっと循環するんでね。苦しみとか悲しみとか。だから自分の本質実在に目覚めた状態で、この超意識に目覚めた状態で生きれば、この世界にいたとしても全然苦しくないですよ。だって分かってるんでね、本当のことが全部。分かってるんで、大丈夫ですよって。何の問題にもなんない。前提が間違ってたら終わりないっすよ。この世界でどうにかしようとする。例えば AI を作るとかね。別にいいんですよ。いいんですけど、それじゃあ何も本当は解決しないですよ。AI はこの世界の中のものだから。この世界の範疇のものだから、AI 作ってもずっと同じことを繰り返して、問題起きて解決しての循環にそれも取り込まれてくる。だから解決ないですよ。それは本当の解決とは呼ばない。一時的解決。で、本当の解決を求めるなら、この世界から抜け出す、この宇宙から抜け出すように、瞑想すること、ヨガをすること、祈ることも全部本質同じです。で、それを神を悟ることとも言いますよね。この超意識に自分を到達させる。本当はその内側で私たちは生きてるんですけど、もうほぼほぼ気づかない。この現象の世界、五感の中でリアルにこの世界があまりにもできてるから。あまりにも巧妙だから。映画のね、マトリックスとかいう映画ありますけど、あれと同じように本物みたいに見えるんですね。全部が。で、それぐらいにリアリティがあるから、だから熱中して楽しめるゲームではあるんですけど、同時にリアルすぎてあまりにも苦しい時、それも現実のものとして感じられる。で、苦しんでる人が多くいる。ずっと争ってる人がいる。どうしたらいいんですか？本当の解決を求めるなら、自分の意識が超意識にあって、この世界の幻想性を見抜けるぐらいになること。そしたら本当の解決ありますよ。完全解決があると言えるぐらいの。私自身が瞑想を通して体験したのは、全部の境界線が、もう世界も自分も周りの人も過去にあったこと、未来にあるであることも、現在のことも、社会も何もかもが光にわーって飲まれて溶け出て、全部一つだったんだみたいな、意識だけみたいな体験したんですよ。それ見た時に、自分は夢見てたんだな。この境界線を作って遊ぶゲームみたいな、夢みたいな、そういうのに参加してて、それから本当に完全に目覚めるみたいなことを体験した時に、全部本当問題に見えてるだけで問題じゃなかったんだ。それが本当の救いであり、本当の解決だと思うんでね、すべての人がね、体験できるように、ヨガの体系とかあるんじゃないのかな。再現性のある形で学べるようになってるんじゃないのかなと思います。
具体的にどうやってやったかっていうと、ヨガをやって心の目を開いて、で、現象のね、始まりの光みたいに見えてきて、その光を瞑想してたら、その光の中に入っててね、で、その光を超えたらね、意識だけの状態になったんですよね。その時に、この世界を脱するっていう経験をした、すごい至福感というか、喜び、幸福がやってきて、もう意識自体が至福なんですね。で、全世界が晴れ上がる、この世界の夢から目覚めるみたいな体験を私はしました。現代のフィットネスのヨガには、大部分が失われてるのかもしれないですけど、本来のヨガにはそういう体系があったんじゃないのか。私が伝えてる分はそこですね。インド哲学とかあれは決して人が頭で考えたものとかではなくて、もうヨガを通してね、悟った真理を語ってるんだなと。今ならわかります。自分自身がそれを体験してるんでね、